ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。今日はちょっとラフな内容になりますので、ラフな服装で失礼いたします。今日の業者様向けの転写講座はですね、木材へのプリントをご案内いたします。すごいぜ、タイプ C 特集、木材編です。このタイプ C、抜ける転写紙の一つなんですが、非衣類のものにもですね、結構プリントができることが最近私が実験していて分かってきました。そこで今回は木材へのプリントをご案内いたします。木材となると、UV プリンターがですね、多いんですが、やはりどうしても高いという印象は私の中であります。100万、200万、新品ですとそのぐらいの価格かなと思います。ただ、そういった機械がなくてもですね、この素人なプリンターがあれば、抜ける転写紙タイプ C があれば、今日できますので、それを皆さんご覧ください。普段ですね、よく使っているタイプ W ですでにもプリントしたものがございますので、これでご案内、していきますので、ご覧ください。では、どうぞ。抜ける転写紙について簡単に説明します。抜ける転写紙、タイプ C なんですが、この印刷をしまして、で、糊のシートと合わせまして、後ろにあるプレスキーでいきますと、約130度、20秒ほどですね、プレスをします。で、熱いうちに剥がすと、この印刷したところだけに糊がつく。こちらですね。これが糊のシートです。で、これは印刷したところで、印刷したところだけにこの糊がついています。で、この後にですね、通常トートバッグなどですと、130度また20秒ほどでプレスをすると。で、冷めてから剥がすと。で、この温度と時間をちょっと工夫することでタイプ C で結構木材につきます。これはですね、ちょっと今まで衣類用で多く使っていただいたタイプ W なんですが、これをちょっと剥がしていきたいと思います。これは130度、20秒でプレスしました。お分かりですかね。見た通り結構細かいですね。余白の部分に白い糊がちょっとついています。これはですね、この出来上がったマークにですね、少し皮膜が実際はちょっとあるんですが、これが繊維ですと、それが奥に染み込んで、繊維というか衣類ですね。染み込んで目立たなくなるんですが、木材ですと今どうしてもタイプ W ですね。の場合はこのようになっていました。これをタイプ C で、ちょっと今からプレス機でやる作業ですると結構綺麗になりますので、それをご覧ください。この濃い木材に、このタイプ C で作りましたマークを転写します。この時はですね、普段布地の場合は130度20秒とかなんですが、実は温度をですね、下げます。110度に下げます。そしてまたこのヒートバリアマット、すいません、この黒いですね。これを上に敷きます。約110度で、プレス時間も15秒と短くします。大体15秒から20秒ですね。ポイントは温度を下げてヒートバリアマットを敷くと。するとさっきお見せしたようなああいった皮膜が起こりづらくなります。他の木材でもこれをやってみます。で、これで冷ましてから剥がすと。お待ちください。こういったプレス機でですね、プレスできないような面がありましたら、こういった家庭用のアイロンでプレスしてください。家庭用アイロンはだいたい低温が110度ぐらいかなと思いますので、後の工程はですね、同じく。で、圧力はですね、あまりいりませんので、この転写方法の場合、家庭用アイロンでも十分できると思います。では次は剥がしていきます。先ほどプレスしたこの木材冷めましたので、剥がしていきたいと思います。このような形。少しちょっとマスキング不足ではみ出してしまいましたが、綺麗にフルカラーでプリントできました。こういった枠もですね、先ほどあったものもないです。では次、先ほどタイプ W でですね、プリントしてこのように枠ができました。110度ですね、の15秒でヒートバリアをして、タイプ C ではこのようになります。東京ショールームがある巣鴨の、こういったプリントです。こういった実際使えそうですね。見ての通り余白部分には汚れはほとんどございません。綺麗にできました。
白のプリントも簡単にできます。こちらの木材剥がしていきます。はい。綺麗にプリントができました。このぐらいのですね、薄い色でしたら、木材用パウダープリントでも表現できますが、ここまで細かいですね。はい、線を表現するのはちょっと難しいかなと思います。タイプ C ですと簡単にできます。最後にですね、このお盆の裏ですね、をやっていきますが、はい、このようにプリントができませんでした。これはですね、もう実際の、はい、生活用品として使うお盆なんですが、やはりコーティングがされているものはですね、転写が不向きですので、お気をつけください。いかがでしたでしょうか？これはですね、インクジェットプリンターでできる木材用パウダープリントで仕上げたものです。結構綺麗にできます。個人の方でもできる商品です。一方ですね、こういった濃いものになりますと、下地の影響を受けてしまうんですね、木材用パウダープリントですと。ただ、この業務用の抜ける転写紙タイプ C と白と名を使うと、はい、こういった綺麗な仕上がり。白もしっかり出ています。が、転写でできてしまいます。これがですね、木材用パウダープリントシートとタイプ C の違いです。一方ですね、インクジェットと比べてやはりレーザープリンターは細かい線まで表現できます。はい、色は先ほどの木材用と同じような形ですが、ここまで細かく出ます。なので、ああいったプレス機がある方は、タイプ C でやるとですね、幅が広がると思います。基本的にこういったですね、木でやるとなると UV プリンターが冒頭で申した通り多いんですが、ちょっと値段の高さでですね、手が出せない方というのはですね、展示会でお話ししていても、いらっしゃいました。そこでこのですね、タイプ C が活躍できれば嬉しいなと思います。次回はですね、革へのプリントをやってみたいと思いますので、お楽しみにしてください。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、いいね、お待ちしております。では今日はどうもありがとうございました。